皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ガノンミイラを封印し始めの時はさらに貧弱な姿だった可能性が出てきました。今回は視聴者の方にいただいたコメントをきっかけにブレワイ続編セカンド PV のガノンミイラの服装について考えてみました。ブレスオブザワイルドのネタバレを含みます。敏感な方はお気をつけください。視聴者コメントミニ考察、略して仕込み考察です。行きましょう。ブレスオブザワイルド続編セカンド PV にて新たに分かったガノンミイラの服装について、古代ギリシャのキトンに似ているですとか、腰につけているものが馬の蹄鉄の形にも見えるなどのコメントを複数いただきました。蹄鉄というのは馬のひづめにつける靴のようなものですね。これらについて紹介してなかったですね。古代ギリシャ時代の人が主に着ていた服がキトン、古代ローマ時代の人が主に着ていた服がトガというものらしいのですが、ガノンミイラが着ているのはどちらかというと古代ギリシャ時代風、つまりキトンに近いと言えるでしょうか。両者とも結構なバリエーションがありまして判断に迷うところでしたね。気になる方は画像検索をかけてみてください。そして腰につけている蹄鉄のようなものについてなんですが、視聴者の方のコメントが元で少しだけ調べてみたところ、関係があるかどうかは分かりませんけど、イタリアでは馬の蹄鉄を幸運のお守りや魔除けとしてペンダントにする文化があるようです。蹄鉄というとブレスオブザワイルドでは馬の彫刻が立っているサーディン公園跡を思い出しますよね。あの公園跡をマップで見る、つまり上から見ると馬の蹄鉄の形になっていました。ここにはゾナウの塔の上部と同じレリーフが彫られた柱も立っていましたよね。これに関しては他には時の神殿跡や式典場跡にもあったことを少し前の動画でお話ししていました。さて、ガノンミイラの腰の蹄鉄っぽい形のものはハープに見えると動画ではお話ししていたこともありましたので、蹄鉄の方との関連も合わせて考えていきたいと思います。今のところはこれ以上は分かっていませんね。そして古代ギリシャ時代の文化がデザインのモデルっぽいというと、ハイラル各地にある古代ハイリア遺跡も当てはまりますよね。これについても関連は全く分かりませんけど、ブレワイ続編セカンド PV で初めて登場した空に浮かぶ遺跡も同じく外側を柱だけで支えるという特徴的な見た目でしたよね。ブレワイ続編でそこら辺のつながりを拾ってくれるのかもしれません。知らんけど。今回ガノンミイラの服装について考えてましたが、もう一つ気になることがありました。続編ファースト PV のガノンミイラの額にあるトパーズの宝飾、その周りの枝分かれした不思議な形をした装飾はよく見ると数箇所額にめり込んでいるんですよね。これは知っている方は多いと思いますけど、ガノンドロフはトパーズという宝石を好むという設定があります。ブレワイでは電気の力を宿しているという設定になっていましたね。そんなトパーズを額に宝飾としてつけているのがガノンドロフの当たり前です。先ほどよく見ると数箇所額にめり込んでいると言いましたが、ガノンの筋肉繊維が後から装飾の上をまたいでいるという解釈の方がより的確かと思いました。このミイラがガノンドロフだとするなら、トパーズを好き好んでずっとつけていたはずですよね。そして過去のゼルダゲームを見ても皮膚にめり込ませて装着するようなタイプのものではないと解釈できます。じゃあこの筋肉繊維が上をまたいでいるように見える箇所はどういうことなのかと考えていくと、それは後から筋肉が再生して上に覆いかぶさったとするのが自然かなと思ったんです。つまり封印のようなことをされているように見えるこのミイラは、その封印の開始時点ではもっと肉がなかったんじゃないでしょうか。ガノンが再生していくのを感じ取ったのか詳しくは分かりませんけど、何かを感じたゼルダがリンクに同行してもらい、その感じる方向へと洞窟を進んでいったのがファースト PV だったのかななんて妄想しました。また少しずつ考えていきますね。皆さんはどんな感想を持ちましたかね。ガノンミイラについてダラダラと考えてみました。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。ご視聴ありがとうございました。